スペシャルエクスプロアレーションオーガニゼーション。今回は、レベル67、フォーゴットンハーバーについて解説していくよ。ハーバーってなんだ？ハーバーは港って意味だよ。ってことは、サブタイトルは忘れ去られた港？まずは部屋の外観。レベル67は、早朝を舞台とした、濃い霧に包まれた港のような空間で、至る所に放棄されたボートやその他の金属製の物体が転がっているんだ。めっちゃ廃れてるところだな。次に、レベル67について説明するよ。レベル67の渡航準備は完了していて、長期滞在はリスクを伴うけど、計画は概ね固まっていて、異常の発生は低いんだ。お前は何を言っているんだ？次にレベル67の特徴について説明するよ。レベル67の港は非常に広大で、いくつかの探検隊が調査したところ、港に境界と思わしきものは全くないと報告していたんだ。つまり、この港は無限に広がってるってことなのか。さっき言った通り、港の周辺は荒廃していて、放置された船やその他の金属製の物体があちこちに散乱していて、かなり長い間放棄されていたことがわかるんだ。廃油とか漏れ出てるんだろうな。また、このレベルには生物が存在しないように見え、なぜこの状態に陥っているのかは現在のところわかっていないんだ。人的要因ではない気がするけど。ちなみに、こんな荒れ果てた様子にもかかわらず、周囲に散らばる明かりはまだ機能しているようで、おそらく現実的に考えられない何らかの源によるものと推測されているんだ。そのエネルギー源、何かしらに活用できないのかな。レベル67内の重力は、地球よりやや高いため、港を取り囲む水は停滞していて、港の水は特に不潔で、レベル37のヒドロリキスプラーグに類似した性質の細菌が、存在すると知られているんだ。ここにもレベル37の細菌がいるのか。また、水上を横断しようとする試みは何度も失敗していて、船やその他の乗り物は機能しないんだ。重力の影響なのか、ぶっ壊れてるから動かないのか。レベル67には、昼夜のサイクルがなく、空や環境は数ヶ月にわたって同じままである傾向があるんだ。時間が経過しているのかわかりにくいな。また、上空に太陽や恒星が現れることは確認されていないため、目に見える光は港内に点在する明かりのみと推測されているんだ。星の動きからも読めないのか。ちなみに、この空間に恒星が存在するという確証はまだ得られてないんだけど、空中に偏在する光源が存在すると考えられていて、その根拠として、単純な明かりでは、空をそこまで明るくすることはできないという点にあるんだ。全くないわけではない可能性があるのか。また、レベル67はアローンの影響を受けていて、正確に研究するには複数の計測機材と人員が必要なため、レベル67の研究は煩雑な作業となっているんだ。なんだ？アローンって。アローンは、バックルームズにおける現象の一つで、この現象は、生存者一人一人にコピーされた空間が割り当てられ、複数侵入してきた生存者たちを、実質的に隔離状態にする現象なんだ。レベルエクスクラメーションでもあったあの現象か。この現象が原因で空間の調査もままならず、なんなら調査員の精神状態にも影響を及ぼす可能性もあるんだ。メンタルだいぶそがれるだろうな。レベル67に存在する霧は、1時間以上さらされると、不安を引き起こす奇妙な化合物で構成されていて、霧の影響のため、研究目的での滞在でない限り、長時間ここに泊まることは推奨されていないんだ。霧にも精神的な影響があるのか。さらに、霧に数時間さらされた後もここに留まり続けると、絶え間ない被害妄想により正気が徐々に失われ始めるんだ。アローンの影響も相まって、発狂しやすそうな空間だな。レベル67の気温は通常、約15度前後で推移しているんだけど、数日に一度温度が上昇することがあって、この温度上昇の原因は現在調査中なんだけど、現時点では不明なんだ。配線とかが関わっているのかな。また、気温は比較的低いものの、海の近くに位置しているため湿度が高く、気候的にはちょうどいいんだ。潮風とかの影響って、この空間にはあるのかな。次に、レベル67のモーニングドーンアリーズについて説明するよ。モーニングドーンはレベル67の一部で、他の場所にある暗い青い空とは対照的に、よりオレンジ色の空をしているんだ。夜明けっぽいところだな。奇妙なことに、モーニングドーンは他の場所とは異なり、古い建物や船があるように見え、これらの船は損傷が少ないように見えるものの、海を渡る手段として使うのはほとんど不可能なんだ。居住することはできるのかな。モーニングドーンの大半の地点は、レベル67の残りの部分から孤立していて、
橋や金属構造物を介してのみごくわずかに接続しているんだ。そのため、モーニングドーンの調査研究が困難で、さらに、接続部を見つけることも非常に稀で、結果として発見が難しく不明瞭であり、探索の優先度は高くないんだ。単なる景色の一部として捉えればいいか。モーニングドーンを最初に見つけたのが、SEO 探検家アイ・フランクで、彼はレベル67で古い船と明るい空のある区域を発見したと報告したんだ。その時点で、モーニングドーンは主要な埠頭から切り離されているように見え、オレンジ色の雰囲気を帯びていたんだ。発見当初から雰囲気は変わりないな。最初の発見以来、さらに4つのモーニングドーンエリアが追加で発見され、これらのエリアには、それぞれ 67M から始まる呼称が付けられていて、例えば、最初に発見されたモーニングドーンは 67M1 と指定されているんだ。全部でいくつあるのかな？現時点で8つのモーニングドーンエリアが発見されているよ。まだまだ見つかりそうな雰囲気あるな。次に、レベル67で発生する異常現象について説明するよ。レベル67には、原因不明の異常現象が2つ存在していて、今現在、それらの現象は SEO によって精力的に研究されているんだ。また新しいグループが出てきたな。まずはグラビテーショナルシフトアノマリー。グラビテーショナルシフトアノマリーは、レベル67が放つ不安定な重力により、重力が微妙に増減する現象で、この微妙な重力変化の影響で、生存者は長時間滞在するとめまいを感じることがあるんだ。めまい程度なのか。つい最近まで、このめまいはレベル67に長時間滞在することで発生する、空間特性として考えられていたんだけど、調査を進めていった結果、軽度の重力変動が原因であることが分かったんだ。他にも何かしら影響はありそうだな。次に、ブロークンウッドアノマリー。ブロークンウッドアノマリーは、埠頭にある木材が特定の箇所で、ランダムにひび割れたり折れたりする現象で、そもそも埠頭自体、非常に頑丈な木材であるマホガニーで作られているため、なぜ埠頭がランダムに壊れるのかは不明なんだ。生存者には影響ないのか？この現象は、圧力が原因だという指摘もあるんだけど、空間内で大きな圧力が検出されたことはないんだ。ただの経年劣化とか？最後に、レベル67の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル67の入り方。レベル39の特定のトンネルから、レベル67に、レベル73の回廊から、レベル67に、レベル268の階段を下ると、レベル67に、行くことができるんだ。港と全然関係なさそうなところばっかりだな。一方、次のレベルの生き方は、港内の至るところで見つかる特定の扉やハッチに入ることで、レベル71に、船に出入りすることで、レベル375に、任意の場所でノークリップすると、ランダムなレベルに、行くことができるんだ。脱出は結構容易だな。ということで、今回はレベル67について解説したよ。レベル67は廃れた港のような空間だったけど、空間自体に恐怖はありつつも、エモさも少なからず感じたな。エモさに惹かれていったのはいいけど、心細くて発狂して終わりそう。ああ、それは確かにそう。さて、この解説動画は一体なんだ？レベル67は確か、水路の連なりのはずで、港じゃなかったはずだ。エイプリルフールからもう何ヶ月も経ってるし、これが2016年に発見されたものだっていうのに、どうして今まで全然聞いたことがなかったんだ？もしかしたら知らぬ間にバックルームズの空間自体が変わっていたり、データベースがレベルの番号に合わせて勝手に変わっているのかもしれないけど、これは何かの茶番にしか見えない。とにかく、これが何なのかもっと詳しく調べてみないと。